AI で作ったゲームは売れない。よくそう言われてるよね。本当かどうか、今回 Steam のストアページを5750本分自分たちで調べてみた。5750本。それでどうだったの？先に一つだけ言う。分かれ目は AI かどうかではなかった。じゃあ何なの？値段だ。そこから先は数えた順に話す。でもこの話、結構デリケートだよね。そうだ。開発者への調査では、生成 AI は業界に悪い影響があると答えた人が半分を超えている。半分。それはもう軽く扱っていい話じゃないね。だから今日はどちらが正しいかを決めに行かない。何が起きているかを数えて確かめるだけだ。私もそれがいいと思う。そもそもどうやって数えたの？まず Steam で売られているゲームの名簿を作った57000本分だ。すごい。うちが今まで扱ってきた数とは桁が違うね。Steam には AI を使ったかどうかを開発者自身が書く欄がある。そこを読んだ。そんな欄があるんだ。ここ2ヶ月に出た新作なら4割がその欄に書いている。なるほど。私が新作を10本並べたら4本はそうってことか。そしてその多くは安いゲームだ。最初に言われている通りだった部分から出す。そこは隠さない方がいい。AI を使ったと書いたゲームは6割がレビュー10件にも届いていない。うわ、自分が10本出したら6本は誰の感想もつかないってことだ。そうだ。使っていない側は4割5分だから、この差は本物だ。じゃあやっぱり売れないって話で終わりなのかな。そこで値段ごとに分けて AI 申告ありとなしを並べてみた。両方一緒に見ないと比べたことにならないもんね。これが直近の結果だ。150円から3000円のゲームだけ AI 申告ありが131、なしが76だった。私の読みと逆だ。高いゲームでは AI 側の方が上なんだ。ただしそこで数えたのは AI 申告ありが38本、そうでないのが18本だ。この本数では差があると言い切れない。でも待って、安いゲームが売れてないのは AI のせいなのかな。いい問いだ。だから AI を使っていない作品だけで同じ図を作った。無料が35、750円までが30だ。ところが1500円台では95、3000円を超えると840になる。そっか、AI を使ってなくても安いゲームは同じくらい厳しいんだ。つまり安いゲームが沈んでいるのは AI のせいじゃない。その値段のところがそもそも厳しい。値段ってどれだけ作り込んだかの目印なんだ。いい言い方だ。高いから売れるのではない。その値段に耐えるまで作り込んだから売れている。高いゲームのことをもう少し見てみたいな。もう一つ気になって時間で切ってみた。1500円以上のゲームだけを発売した半年ごとに並べると2年で形が変わっていた。2年前は 0.20、今は横並びだ。そっか、私の感覚で言うと5倍あった差が消えたんだ。でもこれ、新しいゲームほどまだ時間が経ってないだけじゃないの。その反論は正しい。だから確かめた。時間が短いせいなら両方とも下がるはずだ。だが下がったのは AI を使っていない側だけだった。片方だけ上がってるなら時間のせいじゃないんだ。そこが今回一番聞いた確認だ。じゃあもう AI 側の方がいい評価をもらってたりする？そこは違った。むしろ逆だ。遊んだ人が良いと答えた割合はどの値段でも AI 側が低い。5つの値段すべてで差が出た。売れ行きは並んだのに評価はまだ届いてないんだ。そうだ。同じ値段同士で比べてもその差は縮まなかった。そこをごまかしたら数えた意味がないもんね。ここからはこの数字が言っていないことだ。まず仕事の話は一切していない。誰の職が減ったかはこの数え方ではわからない。さっきの半分の人が心配していることはこれとは別の話なんだね。そうだ。売れたかと業界にとっていいかは同じ問いではない。レビューの数は売れた本数そのものではない。
目安として使っているだけだ。そこも正直に言うんだ。AI を使ったという欄は自己申告だ。書いていない人は数えられていない。正直に書いた人だけを見ていることになるんだ。もう一つ、Steam は2016年1月に AI の書き方の基準を変えている。じゃあ、さっきのグラフは？差が消えたのは変更より前の2015年後半だ。だから結論は変わらない。知らずに見たら誤解するところだったね。そしてこの番組自体も AI が作っているこちら側の話でもある。最初の問いに戻ると、同じ値段同士で比べると売れ行きの差は消えた。買う時にはもう AI かどうかは聞いていない。でも遊んだ後の評価は低いままなんだよね。そうだ、理由を別の研究が調べている。Steam のレビューを50万件読んだ研究だ。答えは両方だった。両方？粗さが見えた時に嫌われる、それとは別に AI そのものに反対だからという理由で評価をつけない人もいる。それも数のうちだ。どっちもちゃんとある理由なんだ。そしてその重さは規模で変わる。大きな会社ほど売り上げが減り、個人の開発者では影響が小さいという調査もある。じゃあ今見られているのは AI で作ったかどうかではなく、ちゃんと作られているかだ。ただし AI と過分のハンデは実在する。それを超えるべきかどうかが今の線引きだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。数えてほしいテーマがあったらコメントで待ってるね。メリノちゃんでした。